今から、今から話すことは、すごくマニアックで、すごくマニアックなんですよ。もう、この動画を見た人の1%くらいしか理解できない話だと思うんですけど、でもこの話ってすごく大事なんで、僕にとって。で、このチャンネルにとってすごく大事なんで、まあ、わかんないかもなって思う人も、ぜひ聞いてください。はい。で、ちょっとこのツイートを見てほしいんですけど、これ、この、このバンドの、この方、この、この方のツイートなんですけど、この、本当にこの数時間前にツイートされてたんですけど、僕これクジャ様のツイートで気になったところがありまして、え簡単に言うと、このミザントロープっていうバンドが活動をやめたら、彼らがやっているようなその90年代固定ビジュアル系のを継承するバンド、そういう音楽をやっているバンドがなくなっちゃうんで、もうこの音楽性の系譜がそこで途絶えちゃいますよねって久田様はおっしゃってたんですよ、あのツイートで。確かにそうなんですよ。確かにそうで、僕はマーベラスクレリティが、活動再開するんじゃないかなって正直思ってるけど、一旦それを置いておくとそうなんですよ。ただ僕は、そういう、こういう音楽性のビジュアル系バンドをまあやりたいと思っていて、やりたいと思っているんですよ。ちょっとこれを言っとこうと思って、ちょっとチャンネル登録者数も結構増えてきたんで、一応言っとこうと思って、はい。で僕はやりたいんですよ。で、やろうとしたんですね。ただ、失敗したんですよ。っていうのをちょっと説明しようと思うんですけど、1年前に19歳のバンドマン2人に声かけて、厳密に言うと1人に声かけたらもう1人の方もいらっしゃるよみたいな話になって、その2人と会って、でその2人が、90年代ビジュアル系好きだっていう話で、なんかルアージュとかラピュータとか好きだよって言ってて、で普通にディラン・グレイも好きだし、別にルナシーだって聞くしみたいな感じでマリスも好きだしみたいな。でやりたい音楽性としては、90年代ビジュアル系ですみたいな、簡単に言うとそういう感じだったんで、これはいいなと思って一緒にやりましょうって話になったんですよ。でメンバー探しとかしてたんだけどうまくいかなくて、メンバー探しがうまくいかなかったこともあるし、僕がその2人から、あんまり好かれてなかったっていうのも多分あると思うんですけど、それがでかいかもしれないんですけど、うまくいかなくて空中分解したんですね。そういうことがあって、だから僕はやりたいんですよ。別に僕、そのバンドを作ろうみたいな話の時は、僕はメンバーじゃなくて、もう何でもいいって言ってたんで、スタッフとか、何でもやるみたいな話をしてたんですけど、とにかくやりたいんですよ。これはずっと思っていて。で、そう。それだけ言えたら、この動画としては満足なんですけど、はい。で、この90年代固定ビジュアル系、すごくもうちょっと言うとマディス・グレイル的な感じ、他のバンドからの影響もあっていいんだけど、的な音楽性のバンドが、もう本当に絶滅危惧種で、過去のそのシーンをこの90年代固定ビジュアル系継承フォロワーバンド的な界隈を見ても、そこで頑張ってる人たちのメンツってマジで変わってないじゃないですか。
本当に10年前にグリーバがちょっといたくらいで、マジでマーベラスクラリティもそうだけど、本当にもうこの2バンドでずっとやっていて変わってないじゃないですか。だからその後継者問題っていうのはやっぱあると思ってて、僕がこのチャンネル作ったのってそれが理由なんですよ。僕この音楽性が数ある音楽の中で一番好きなんで、そのちょっとすいません、ちょっと自分語りするとごめんなさい、中学の時に、ディルとかルナシーとか、高校ぐらいまでか、そのぐらいでこうなんか自分の好きな音楽っていうのが分かって、でやっぱそのルナシー的ななんかそれを継承してる感じの音楽性、そこから影響を受けてますよ的な音楽性が好きだってことが分かって、ディルとか、当時そのマティーナとか分かんなかったんで知らなかったんで、そこまで聞けてなかったんですけど、ほぼだからディルとルナシーばっか聞いてて、そのまま高校大学社会人とかってなっちゃってたんですけど、だからその後の世代のなんかガゼットとかなんかシドとかなんかいろいろ聞いたんだけどしっくりこなくて、やっぱこれしかないんだなと思ってたら、なんかいろいろ検索してたら、ある時結構社会人になってから検索してたら、このこちらのバンドを知ることができて、そっから後からこう遡るようにマティーナとか聞けて、うわもう俺やっぱこれが好きだったんだみたいなことが分かったんですよ。なのでもう僕はこの音楽性が自分の中でもう揺るぎなく好きだってことが分かってるんで、分かってるんで、とりあえずこういう音楽性でその若いバンドができたらいいなってずっと思ってたんですよ。それで、そういうバンドを作るにはどうしたらいいんだろうとかって思いつつ、なんとなくこのチャンネルを作って何をやったらいいかわからないまま、このチャンネルをずっと続けているっていう感じになっているんですよ。だからもうこのチャンネルの目的が90年代固定ビジュアル系バンドをなるべく若いメンバーで作るっていうことが正直目的で、しかもそのバンドがちゃんとこうなんだ、成功するっていうところ、そこまで含めてなんかやりたいなって思ってこのチャンネルを作ったんですよ。で、さっきも言ったかもしれないけど、チャンネル登録者数増えてきたし、でクジャ様のさっきのお話もあったんで、ちょっとなんか言いたいなと思って今言いました。はい、作りたいですバンドを。でなのでもし、このチャンネルを登録している人の中で、絶対90年代ビジュアル系好きですよね。で、10代とか20代とかの人、で、バンドやりたいなみたいな人が、でしかもなんか東京近郊に住んでますみたいな人がいたら、連絡ください。連絡ください。そうですね。はい。別にちょっと今、ここでなんか、こういう風に言ったところで、なんかすぐに、じゃあバンドできますね、みたいな感じになるとは全然思ってないんですけど、とりあえずちょっと言っとこうと思って、この動画撮りました。はい。ということです。うわ。これは先日の、西九条ブランニューで買ったミザントロープの CD なんですけど、これはめちゃくちゃ良かったです。これはめちゃくちゃいいです。なんか YouTube にめまいっていう音源が上がっててるんですけど、それが多分デモテープの段階で、これがもう完成形だと思うんですけど、めっちゃいいですね、これは。はい、素晴らしいです。はい。